皆様いかがお過ごしでしょうか。こうです。チャンネル名変更しまして、その後1回目の動画になります。今回なんですけれども、今回はトルコへ旅行へ出かけようと思いますので、その様子をお送りいたします。こちらに飛行機が到着しました。多分こちらの飛行機に乗って、上海、そしてトルコのイスタンブール空港へ向かっていきます。2時間ほど余分に待ちまして、ようやく搭乗できまして、飛行機の方が離陸していきました。久しぶりの飛行機ということで少し興奮気味でしたが、無事に上海そしてトルコまで行けることを願いながら乗っていました。中国の飛行機なので機内食は中華料理だと思うんですが、機内食も食べ、上海空港へ到着となりました。今回の旅行はとある旅行会社のツアーに参加していますので、上海空港で旅行会社の添乗員さんと他のお客さんたちと合流をして、上海空港から今度はイスタンブール行きの飛行機へ乗り換えます。今上海空港に着きまして、時刻が21時45分。この後イスタンブールへは0時何分に、ゲートが開きますので、それまでちょっと時間を潰したいと思います。上海からイスタンブールまでは約12時間ほどということで、長距離移動になって時間もたくさんありますが、飛行機の中からはこのような朝焼けも見えまして、とても綺麗な景色を眺めることができました。今イスタンブール空港に到着しました。上海からイスタンブール約12時間11時間とか、かなり疲れました。この後バスが待っているらしいので、とりあえず荷物を取ってバスへ向かいたいと思います。イスタンブール空港に着いて、みんなの後についていきながら移動していきます。上海空港もそうだったんですが、イスタンブール空港もとても広くて、とても大きい飛行場で、飛行場の中を歩くだけで結構な時間がかかり、すごい大変でした。ただ荷物はポーターさんが荷物を受け取るところからバスまで全員の荷物を運んでいただけるということで、そこはすごい助かりました。バスが見えてきましたが、この旅でお世話になるメルセデス・ベンツのバスですね。ただやはり外国はベンツといっても、普通みたいな感じでベンツがたくさん走ってますね。ただシートもすごいふかふかと言いますか、とても座り心地のいいシートで、とても快適なバスでした。がルバック国会です。この会場は私たち
Give thanks, and with me I bleed. Set speed, I carry on now. Big man in town, them shoulda know say me I keep it crown, yeah. Plant seeds, work feed. Well, enough of them want ready band. When the food gone so long, them run. And them can't be found. Still man fight the fight, me not giving. Day and night, me keep on building. Way of life, me breathe out, breathing. Oh, 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 oh. Tell them I'm a winner, yeah. Not pop down, not Joe, not turn in a sinner. Oh, man, still a believer. Even if me get knocked down, me keep the bounce. Now see me front, you got me from a little and a grow. Come on, a winner, yeah. Still a believer. And after the sunset, me not fed, cause I'm the defi defend. The world it a turn, so me know that the sun a go rise again one day. I go reach higher heights, even if now it feels like I'm falling. All of me goodness andはい、今ブルーモスクへ来ました。バスに乗って今ブルーモスクに到着しまして、ブルーモスク内を見学しています。中はこんな感じで、とてもブルーのタイルがとても色鮮やかといいますか綺麗で、日本ではちょっと絶対見れないような建物内ですね。はい、ということでまずトルコについて一番最初の見学地、こちらブルーモスクになります。外国へ来たなっていう感じの景色が、広がっています。ただちょっとトルコの街へ来てからこう霧というかもやみたいなのがすごいかかってるんですが、やはりトルコも地球温暖化ということで、今までは2月の時期なんかは雪がすごい積もってたみたいですが、今雪は全く積もらないみたいです。グリーンモスクを見学した後に、モスク近くのレストランでドネルケバブをいただきました。僕のイメージのケバブとちょっと違ったんですが、ケバブにもいろいろな種類があるらしく、今回いただいたのはドネルケバブということでした。この後またバスに乗りまして、ウルモスクコザハンバザールへ向かいました。ウルモスクでは建物の中にこのようなレターと呼ばれるものがあります。アルファベットの起源とされているそうで、一つ一つの文字に意味があります。ウルモスクには21人の書家によって描かれた21のプレートがあるみたいです。とても迫力のある書で、現地ガイドさんもこの書をよく見てくださいということで案内してくれました。モスクを後にして続いてコザハンバザールへ行きました。こちら別名シルクバザールと言われているそうです。1491年にオスマン帝国皇帝バヤジト2世によって建築された大正宿は2階建て。ブルサはシルクの産地として知られており、バザール内ではシルクのスカーフのお店がたくさんありまして、綿製品、装飾品、お土産物などが売られていました。今モスクとバザールの方をブラブラと歩いてみました。今日は土曜日ということで人もたくさんいるみたいですが、とても、たくさんの人でなかなか歩くのも大変な感じでした。しかしやっぱり初めてのトルコということでとても新鮮で、いろいろこ
楽しいです。あとはちょっとチャイを飲みたいなと思うので、一回ホテルに入ってからまた、近くにいろいろお店があればブラブラとしてみたいと思います。このバザール内を歩いてましたら、チャイを飲まれている方がたくさんいらっしゃって、自分もチャイを飲みたいなと思って注文したかったんですが、どこでどのお店で注文すればいいのかもわからず、どうすればいいのか全然わかんなくて、結局バザールではチャイが飲めませんでした。で、ホテルに着いてからホテルの近くを歩いていましたら、チャイのお店がありまして、そちらでチャイをいただきました。お店の方とも仲良くなりまして、なんとチャイの料金はサービスしてくれました。この日は前日から飛行機に乗る時間も長く、一日歩いたりしまして疲れましたので、ゆっくり休むことができました。今回の動画は以上になります。また次回の動画ではパムッカレへ向かいます。そちらの動画もぜひご視聴いただければと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。